おはよばー、お絵かき寄生植物のレバンマシロです。今回はウマ娘マヤのトップガンを描いていきたいと思います。早速ラフを切っていくんですが、先日こんなマシュマロをいただきました。こういえばいつも動画楽しく拝見させていただいてます。普段の落書きだとそんなことはないのですが、ご依頼絵だったりコンテスト応募作品を描こうとするとどうしてもいい構図が浮かばず手が止まってしまいます。このこともあり、せっかくのご依頼なのに期限を延ばしていただくことや書けなくなることでコンテストに応募できないことが頻発しています。おばさんは動画内でたくさんのラフを描いていらっしゃいますが、ラフ案を出す上で意識されていることやうまく構図が浮かばない時の対処法などありましたら教えていただきたいです。なるほど。落書きでは描けるけど依頼絵で描けないということは、依頼者の希望とかコンテストの仕様を構図に落とし込むのが難しいと感じているということですかね。エヴァラフを描く上で意識していることは、構図は表現したいことの、一要素なんですよね。ポーズとか色も、全部そうなんですけど、それら全部が絵で表現したいことに対してプラスに働くことが重要だと思うんですね。プラスに働いてる絵がちゃんと伝わる絵だと思ってます。例えば足がすごい魅力的なキャラがいたとして、それを上からの構図で描いたらちょっともったいない感じするじゃないですか。いたずらにラフのバリエーションを増やすというよりは、まず表現したいことがあって、それを伝えるために構図があると考えるようにしています。なので、その構図そのものが持つメッセージや意味みたいなものを自分なりに理解しておくことが必要になってくるかな。例えばオープンポジションとクローズドポジションというのがあるんですけど、これは要は相手に対してウェルカムな姿勢なのか拒絶の姿勢なのかっていうのが印象として入ってくるポーズですね。これって知らなくてもなんとなく感じることができるみたいな、その構図やポーズが持つ特性みたいなのを自分なりに理解することが大事かな。一般的にこう言われてるからっていう知識も大事だと思うんですけど、自分がいい構図の映画とか写真とか絵を見た時にこう感じたみたいなのの実感の方がエヴァは大事かなと思ってます。自分の中でね、発展できますから、その感覚は。前にも言ったレシピを知っているか、レシピ自体を作れるかの間違いの話かな。その表現したいことを考える上で、マヤのトップガンについて見ていくんですが、育成してみて感じたこととしては、まずデザインがめちゃめちゃ好きです。特に、この勝負服。甘さと辛さのバランスが最高だと思います。マヤの自体見た目とか発言は結構キャピキャピしてるんだけど、勝負服は割とハードめなのがとても良きかな。フライトジャケットは映画のトップガンからかな。お父さんがパイロットって言ってたから、北ちゃんの時と同じように、パパの顔がね、どうしてもちらつきますね。インポッシブルなミッションとかをこなしてそう。勝負服にはところどころにね、航空機のモチーフが散りばめられています。特にスポーティーなチューブトップと足回りのこのハーネスが壁に直接作用してる気がする。結論、可愛いが過ぎる。で、マヤノを育成してみて最初に感じたのは、恐怖。なんでだろう。突然本質を抜いてくる感じが怖いんですよ。自分の底の浅さも見透かされそうだなって思って。知らないまま迂闊に地雷を踏み抜きそうな感じが怖いです。だからあれですよ。マヤノはすごいストレートに好意をぶつけてくるんですけど、こっちがちょっとその気になったら、急にさっと惹かれそう。そういう一線は越えないよねっていう信頼が見えてるからこその発言だとすると、アップねーってなるけど、その線がどこにあるのか見えない怖さみたいな。今は偶然取り繕えてるだけで、マイナス方向に働くマヤ、分かっちゃったが、そうでね、怖い。これについてはね、すべてエヴァの自意識の低さが悪いんですけど、そう感じた。シナリオ自体はね、思ってたよりも熱血な感じでめちゃめちゃ良かったです。やっぱりそういう甘めと辛めのバランスが絶妙なのが、マヤのトップガンなのかなという感じですね。天才と接するのって緊張するよねっていう悲しい話。で、なので、表現したいことを整理すると、こんな感じ。おませな天才少女。どこまでわかってるんだ感のつかめなさとか。
大人になりたいとか言いつつ、おませにとどまっているマヤノが、これも時間の問題なわけじゃないですか。いつか大人になるわけですから、そのマヤノが大人に手をかけた瞬間、そんな思わずドキッとしちゃう感じとか。あとは、甘辛感の辛要素としての航空機要素入れたいですね。あとは、動きやスピード感のある感じも出せたらいいかな。あとは、お腹と太ももです。これは甘要素になるのかな。それをすごいがっつり描くみたいな。これがイラストの依頼だとすると、ここら辺が依頼内容とか、イラストの条件になってくる感じですかね。で、表現したいことが決まったらラフを切っていくんですけど、もう進んでますけどね。一旦ラフに戻りましょうか。全部をきっちり表現していくのって結構難しいと思うんですよ。こっちを立てればこっちが立たずみたいな相反するものもあったりするので、イメージとしては、ステータスの振り分けみたいな感じ。六角形のバランスを調整するみたいな。今回描いたレイアウトラフはこれなんですけど、似たラフもあるんで、大まかに分けるとこんな感じかな。正面のやつ。これは、動きはないですね。王道というか、真正面からの絵で、ただお腹は強調できます。表情次第とか影付けで、妖艶な含みのある感じとかは出せそうですね。で、この飛んでるっぽいやつ。落ちてるのか飛んでるのか。これはスピード感とか動きのある表現ですね。爽やかな感じ。これは煽ったりすると足とかお腹が強調できたりするかな。ただ煽ると今度は表情が見えにくくなるので、そこら辺のバランスが難しいところかな。走ってるやつは動きがあってお腹も足もいい感じに見せれそう。背景はね、青空かなみたいな。バランスタイプとも言えるかもしれない。ただね、これの問題は、ピクシブでほぼ同じ絵を見つけてしまったことです。だから青空の抜き方まで同じです。見つけてなかったら似た絵になっちゃっても、これはしょうがないと思うんですけど、もう描く前に見つけてしまったら、もうこれはアウトです。残念です。であとは前かがみのやつ。これはですね、おませ感とかドキッとしそうな感じはありますね。体をねじれば動きのあるポーズにもなりますし、ただお腹と足はあんまり大きくは扱えないかな。強調できなくはないけど、チラリズムの美学で表現するしかない感じ。ほんで、今回採用してる案は、やや俯瞰で座っているような絵ですね。動きは表現できないんですけど、お腹とか太ももに全集中できると。このアイコピーの時の手でマヤのらしさも表現しつつ、比較的オープンポジションな姿勢なので、受け入れの姿勢なんだけど、少し戦場的というか、よく見ると隙がなさそうな感じというのを表現できるかなと。今回はね、ちょっとね、条件のワードがこじれてますけど、もっと単純にかっこよさ、可愛さとか、可愛いよりセクシーよりみたいな、あとは顔を大きく見せるとか、動きを見せるとか、そういうシンプルな単語でラフを書き分けても分かりやすいかなと思います。関連ワードを並べて、その中のパラメーターで構造を考えるというのを、ぬるっとやってます。慣れないうちはね、実際にその文字とか書き出してみてもいいかもしれない。これの難しいところは、ポーズと構図を並行して考えないといけないところですよね。俯瞰したり煽ってみたりすると、躍動感を出すのか、安定感を出すのか、いくらでも調整ができてしまう。同じ座ってる絵でも、印象がゴロッと変わりますね。見せ方が変わるというか。そして今採用案の線画が出来上がりつつあります。ラフのままだと敬礼が左手になってしまうことが発覚したので、これは左右反転をするという起点を聞かせました。敬礼はね、警察がいますから。敬礼警察っていうんですけど、敬礼だけじゃなくって、弓道とか茶道とか武道とか、道がつく系とか、あとは音楽系は警察が常に目を光らせているので注意が必要ですね。イラスト版マナー講師みたいな。怖い怖い。正しい知識もね、もちろんすごい大事なんですけどね。線画ができたらマスクを切っていきます。ディティールがね、細かくて思いのほか線画が大変でした。より分けと影入れがおおむねできたところで背景を考えていきます。今回はマヤノのお腹の柔らかそうな質感と甘辛感ということでハードめな印象も演出したいので、この古びた飛行場の滑走路のイメージでいきます。
マヤの特集されてる雑誌の表紙みたいな。そんなイメージ。滑走路感を演出するために空港の写真を参考にしながら意味ありげな白線を引いていきます。これだけでほら、なんか見慣れない線があるだけで道路ではない舗装路になった感じしませんか？で、手軽なパース感の演出にもなります。路面はいつものようにテクスチャーを貼り付けています。で、剥げた感じはこの路面のテクスチャーを自動選択したもので削ってるんですが、これもね、マスクでやると後で削り具合を調整できるので便利です。マスク塗り配信のちょうど1時間半ぐらいのところでね、詳しく解説しているので、よかったらチェックしてみてください。背景の雰囲気が決まったら塗りを進めていきます。今回はね、お腹の質感をしっかり表現したいので、いつもよりもしっかりめに塗り込んでいこうと思います。ただ、レイヤー構成とかは特にいつもと変えてます。いろんな塗り方に対応できる。マスク塗りってね、いいですね。服や髪も塗り込んでいくんですが、塗り込むときは生地の厚みや質感に注意しています。ある程度塗り込んだら気分転換にまた背景を調整します。線の掛けを追加したり、路面のクラックを表現していきます。個人的にはね、このクラックから芝生でちょろっと生やしたところが雰囲気が出てきてます。なんかこれを追加するだけで、今はもう使われていない滑走路感みたいなものが出てる。出てない出てる落ち影を調整し、各種効果を追加したら、完成です。それでは完成したイラストを見ていきましょう。滑走路でアイコピーのポーズを取るマヤのトップガンを描いていきました。お腹やショートパンツを中心に質感をいつもよりもしっかりめに描き込んでいます。背景や勝負服などハードな要素が多いので、より肌の繊細さや柔らかさを強調できたかなと。顔にかかる影のおかげで少し含みのあるいたずらな表情がいい感じに描けたので、おませにとどまっているマヤノが大人に手をかけた瞬間を表現できたかなと思います。ということで今回の動画は以上になります。また次の動画で。バイバイ。これはファイナルアプローチ待ったなしですわ。